パンチャンネルにようこそ。今日はこの季節にぴったりの浴衣のお稽古をしていきます。初めての方にも分かりやすい内容になっていますので、浴衣をまとえる喜びを一緒に味わっていきましょう。今日はですね、一番最初初めて浴衣を着るという方にも分かりやすいように、難しいことは少し置いておいて分かりやすいように説明していきますので、ぜひ一緒に体を動かしていただいて着ていきましょう。では行きます。最初浴衣を羽織っていただいたら、後ろのこの衣紋ですね、この首の後ろのところを衣紋と言います。この後ろを首にぴったりと沿わしてみてください。ぴったりと首にくっついたことを確認したら、前のこの縫い目あります。掛け襟と言います。この両方に縫い目があります。この掛け襟の位置で両方の手で持ってみてください。そしてご自身の鼻とおへそを結んだ中心にその位置、ごめんなさい、ここですね、掛け襟を合わせていただいて、高さが揃っているかを確認してください。そうすることで、毎回こういうふうに後ろを背縫いがまっすぐ、背縫いというのはごめんなさい、背中にあるものですね。背中にある縫い目なんですけれども、それがまっすぐ通っているかを確かめなくてもいいです。前で高さを見ていただきます。で、そのまま手をウエストまで下ろしていってください。そして右手で持ちます。で、左手です。次は左手をこの背縫いの右手と同じ高さの位置ですね、ここで持っていただいて、肘を平行に上に上げていきます。これが斜めに上がったり、こんな風にならないように平行に上げていくことを意識してください。そして次は右手を前に引きます。どれぐらいいくかというと、お尻にこうぴったりと布が張り付くような感覚が感じるように前に引いてください。横から見ていただくとこうですね、平行になっています。で、その力を緩めずにそのまま前で、まず上前側の幅を決めていきます。幅の目安は右の太ももの側面の1/2ぐらい。前から見ると太ももが見えてない位置です。それが決まったら下前を合わせていきます。真横まではまっすぐに合わせていきます。そして左脇に行った時に少し上げてください。そうすると今裾がすぼまったのがわかると思います。浴衣やお着物は裾すぼまりに着付けていただくと、とてもスマートに身長もスラッと高く見えますし、スタイルがよく見えますので、こんな風に裾すぼまりになるようにしてください。くるぶしに少し当たるか当たらないかぐらいがちょうどいいと思います。そして次にご自身の太ももの張っている位置を探してください。一番張っている位置っていうのが皆さんあると思うんですけれども、私だったらここにあります。この位置の延長線上のこの上前は左に来ている生地です。そこを持っていただいて、そのまま真横までいきます。まっすぐいきます。そしてここで少し奥に入れていただく感じです。上に上げてしまうと下の下前、ここですね、こちらに来ている生地が見えてしまうので、真横まではまっすぐ持ってきて、ここで少しだけ上げてください。そうすると綺麗な裾がきます。次、右手で骨盤の上を押さえてください。この時に後ろを見ていただいて、もしおしわがあったらここで綺麗にしておきます。次、お紐を取ります。腰紐でもいいんですけれども、私はこの腰ベルトを使っています。ウ
エストぐらいの位置ですね。ただ人からいただかれたものとかご自身で仕立てたものじゃなくて、寸法が短い場合は骨盤の上ぐらいで止めてください。ご自身でお仕立てされたものとか、しっかりサイズがご自身の丈に合っているものはウエストぐらいの位置で大丈夫です。はい、これだけでいいですよね。パチッと止めて、そしてこれがいいところは、お食事に外に行かれてお食事を食べ過ぎた時とかにもうこれをね緩めるだけでいいんですよ。なので結構すごく使いやすくて、ちょっと食べ過ぎてしまうっていうこともあると思うんですけれども、はい、それはちょっと気をつけていただいて、とても使いやすいと思います。はい、でウエスト、腰ベルトができたら、まずこの奥見線がまっすぐ通っているかどうか見ておきます。まっすぐ通っていたら、それ以外のシワを横に通っていきます。もう今すごく綺麗ですよね。はい、次におシワを取っていきます。二発口というもの、穴が開いています。二発口に手を入れていただいて、まず後ろから半面を描くようにスーッと置物際から生地を出していきます。これとっても大事な作業です。あとお箸折りというものを作っていくんですけれども、その時にこれがきれいに出ているかどうかでそのきれいさは変わってきますので、まずですね、全部出していきます。そして裏前も出していきます。でこの時にですね、しっかりと出ていると、ここ奥見線がもう揃ってるんですね。でこの時に奥見線が揃っていない場合、ちょっと横にずれているとか、それだったらまだきれいに出し切れていないので、何度もこういうふうにね、きれいに出してください。でこの時に下に引きすぎないように、下に力を加えてしまうと、いろんなところに負荷が加わって着崩れの原因になりますので、横ですね、横にしっかりと手を入れてきれいに取っていく。はいはい、そしてこれからいよいよ襟元を作っていきます。襟元を作る時も一番最初にしたように、まず衣紋ですね、後ろのこの襟元、衣紋を首にしっかりとくっつけてください。しっかりとくっついたら、また掛け襟、この前にある縫い目です。掛け襟の縫い目のこの縫い目を見ていただいて、その高さが同じかどうかを見ます。そうすることでもう背縫いが揃っていますので、もう次襟元を作っていきます。この掛け襟の位置を右手で持っていただいて、左手でまたこの背縫いですね、背縫いの同じ高さの位置を持っていただきます。でこれね、引っ張り合いっこすることでこの衣紋が抜けていくんです。見えますか？こんな風に抜けます。こんな風に抜けます。で髪の毛をアップにするとか、ダウンスタイルにするとか、あと体型によってもいろいろ違ってくるんですけども、一番最初目安にしていただくのは、拳1つ分ぐらいしっかりとまっすぐ立っていただいて、拳を1つ分ぐらい衣紋を開けていただくとちょうどいいかなと思います。でそこからご自身に合う襟元などを探していっていただけるといいと思いますので、まずそんな風に合わせてみてください。そして次前ですね、まず右手でこの下前、右手にある方のこの生地、下前を持っていただきます。そして、大人の女性の着こなしとしては、ここの襟元の合わせ方なんですけども、ここに喉のくぼみがあります。皆さん見えますか？喉のくぼみから1センチ下に落としていただいた1センチ下ぐらいに、混じり目を持ってきてください。そうするとね、とっても大人っぽい着こなしになりますので、はい、でこの時ね、手アイロンかけていただくと、布がとても体にフィットしていきます。で手アイロンというのは、手はいい湿気と温度がありますので、結構ね、綺麗にアイロンかかるんですよ。はい、そしてここね、こっちから見えるかな、ここ、縫い目のさっきの掛け襟の位置ですね、掛け襟の位置を左手で押さえておきます。そして右手、また掛け襟の位置、これ同じ高さを持って合わせるっていうのもポイント
う高さを持ってしまうとずれてしまいますので、お着物や浴衣は左右対称に作られてますので、同じ位置を持つっていうのはとてもポイントになると思います。そして先ほども申し上げたように、喉のくぼみから1センチ下ぐらいのところに真面目を持ってきます。そしてもう一つ確かめていただけるのが、バストトップに対して同じ位置を、この生地が同じ位置を取っているかどうかっていうのを見ていただくと、左右対称かどうかっていうのはすごく分かりやすいので、ここの真面目が、鼻とおへそを結んだ中心にあるかどうかっていうことと、バストトップに対して同じ位置を取っているかどうかっていうのを確かめてください。いい位置が決まったら、右手でバストの下で押さえます。でこれからもそうなんですけども、お紐や伊達締めをする場合にお袖が引っかかってしまうので、こういうふうにお袖をかけていただくととても作業がしやすくなると思います。お紐は真ん中の位置を取っていただくととても作業がしやすいです。真ん中の位置を体の真ん中に合わせていただいて、これ慣れていただいたらでいいんですけども、慣れない場合はこういうふうに普通にクロスしていただいて大丈夫です。今のように1回で腰輪を取る方法もあります。人差し指をこういうふうに取ると1回で取れます。慣れるまではそのままクロスしてください。で、前に持ってきます。で、これからはまた苦しくない着付けを作るすごく重要なポイントがあります。お紐を真ん中に締めない、これをするだけで本当に楽になります。どちらでもいいです。右でも左でもいいので、少しね、中心を避けて結んでいただくっていうのがポイントです。で、位置は真ん中と脇の間ぐらいですね。この辺りにしていただく。こっちでもいいです。それだけでとっても楽になりますので。あともう一つ目のポイントが結び方です。形を結びにしてしまうと結び目ができてしまって苦しくなってしまいますので、1回結びますね。1回結んだらこれをクロスするだけです。もうそれだけでしっかり止まりますので、この結び目がないっていうだけでとっても楽になります。で、お紐は上から下にかけてください。後ろにですね、上から下、必ず一番端をかけます。真ん中かけてしまうとこういうふうに紐がちょろちょろ出てきてしまいますので、上から下、一番端をかけてください。そして次、おしわを取っていきます。後ろのおしわから取っていきます。まず宮津口に親指を入れます。そして4本の指で横に取っていきます。おしわをまず今、お紐の上のおしわと取り返していきます。上と下に分けてしますね。親指を入れて4本の指で縛っていきます。そして次、お紐の下、カタカナのハの字、カタカナのハの字を描くようにこういうふうにハの字に取ってください。そうすると縦にも横にも1回で取れますので、とても効率的です。ハの字。そして最後、線のりを引きます。最後、線のりを引くことで、ここの衣紋が V に向けて大人の女性の着こなしというか、とても粋な美しい着こなしになりますので、最後線縫いをして終わります。次、前ですね。結構前がぷかぷか浮いてくるっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まず下前側から手を入れますね。そしてこの下前のこの襟元の延長線上の生地を斜めに引いていきます。まっすぐに引いてしまうと、一回やってみますね。まっすぐに引くと襟が開いてきたの分かりますか？なので斜めに取るっていうのはポイントです。体に沿って脇までずっと斜めに取っていきます。そうすることでとてもね、ピタッとフィットしますので、上前もっと分かりやすくなると思います。まずここからですね、斜めに
して次、お箸折りを作っていきます。お箸折りっていうのは帯が来たらその下にあるこの生地ですね、それでいろんな体型に合わせてお着物を着ているようになってますので、まずですね、一番最初にしていただくのは後ろですね。後ろが長い場合はここにね、縫い目があると思います。後ろに縫い目がありますので、その両脇を持っていただいて上に上げてしまいます。でこのね、手アイロンかけるとすごい綺麗になります。そして次は前ですね。前、この下前、こちら側の生地がこの下にね、ここにすごく溜まってると思うんですね。でそれをまずね、上にすり上げていただきます。この胸の下に見えますかね、これをね、全部こう上に託し上げています。そうすることでまた胸の下の補正に使います。凹凸を防ぐとより綺麗な帯姿が作れますので、そして上に上げたら、まず一番最初にしていただくのはこのお組線が揃っているかどうか見てください。そしてここお紐とこの上の生地を留めておくと固定できますので、これがまず1つ目です。そして2つ目、左側ですね。ここ後ろの布をこう前に持っていって、ここ縫い目ありますので、縫い目でこうタックを取っていただきます。クリップ留めていただいてもいいですし、この肘を使っていただくととてもやりやすいです。お着物はもう体をいろんな部分をこう使っていただくとすごく効率的に着れますので。そして3つ目ですね。ここがもうね、皆さん思うんですけれども、まずポケット状にします。最初こんな風になっていると思うんですけど、こういう風にね、まずこういう風にしてください。ポケット状にします。そしてまたこの後ろの生地を持ってきて、ここでつまむようにして前に入れちゃうんですね。こういう風に前に入れてしまって、下線をつないであげます。見えるのはここですので、帯がこう来てその下5センチぐらい端折りが見えますので、ここをきれいにしたいですよね。だからここが下前と上前の生地がつながっているととっても綺麗です。そして次は右手を右肘で挟みます。伊達締めの真ん中を取ります。そしてご自身の体の真ん中に当ててください。そして後ろでは右手を斜め上に上げて親指で押さえます。下線を押さえます。そして右手で下線を取りに行って下線と下線を締めてください。下線だけを締めることで楽な着姿になります。全部こういうふうに握り込んでしまうと伊達締め全体が締まってしまいますので、下だけを持つようにしてください。これが苦しくならないポイントになります。そしてこの左手を倒していただくことで、このようにぺたんこのきれいな伊達締めが作れます。そして前に来ていただいて、先ほど浴衣のお紐をこちらに結びましたので、次は逆、こちら側に結びます。それがまた苦しくならないポイントになってきます。同じ位置でどんどん結んでいってしまうと重なっていって、それが苦しくなってしまいますので、次はこちらで結びます。で1回かけて、これも結びません。1回かけたらこうひっくり返して締め戻すだけです。そして上から下に、この間に入れなくても大丈夫です。伊達締めと伊達締めの間に入れていただいて、そうするとより楽に着ることができます。そして手が届く方は後ろに回していただいて上から下に入れていただいてもいいんですけれども、ちょっとこの動作がしんどいっていう方は脇までですね、脇までの位置で内側に折り込んでいただきます。そうすると全部ご自身が見える位置で入れることができますので、そして後ろに回さなくても伊達締めをきれいに処理することができますので楽になるかと思います。上から下ですね、そし
してクリップはどこかに置けるところがあるんだったらこのまま置いていただいていいんですけれども、置くところがない場合はお箸折りにつけていただくことをお勧めします。ここで襟元につけてしまうとどうしても襟元の緩みにつながってしまいますので、お箸折りにつけておいてください。そして最後のきれいに切れたかどうかの確認です。お花とおへそを結んでいただいた中心にこの襟の交差しているところがあるかどうか、そして次はお箸折りがきれいに出ているかどうか、おこみ線が揃っているかどうか、ちょっと揃っていない場合はこういうふうにね整えていただけるといいかと思います。そして生地が分厚いものとかだとぷかぷか浮いてきたりするんですけども、その場合この手の甲を使います。手の甲をこういうふうに使っていただいて投げつけるんですね。そうするとすごくアイロンかけたようにピタッときれいなお箸折りが作れますので、こういう一手間で着姿は変わってきます。はい、ということで浴衣がこれで着れました。皆さんいかがでしたでしょうか。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。初めてだったのでちょっと緊張もありましていろいろすいません、不手際なこともありましたけれども、こんな感じで楽しく進めていけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。そして感想などがありましたら、ぜひコメントなどをいただけましたら、これから勉強させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。そしてチャンネル登録をお願いできましたらとっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた。